から行かないと、これはスタートラインに立った言いようがない。で、茨城のこれから始まると思うんですけど、先の利害関係、利害関係っていう部分に利益を求める人たちがほとんど高いだと思うんです。やっぱり商売が悪いとは言わない。でもやっぱりこれだけ多くの人たちが今この国の向かっている方向性っていうのに不安を感じているんです。何よりも一番やってほしいことは、食品の安全基準、これを変えることですよね。1キロあたり100ベクレルは放射性廃棄物と同等の低レベル放射性廃棄物、それを国民に立てさせて安全とする政府なんて国なんてもう話にならないですよね。国民全員が低線量被爆しろっていう話ですよね。この農家の方々に対して、生産者の方々に対して補償、賠償するっていうのは当然の話、それを逃げてるのは当然であり、国であるということなんですね。やっぱり被害者があまりにも多すぎる、直ちに影響がないというところを利用して金儲けが走らないでほしい。やっぱりこの声を聞いてほしい。今まで2年間仕事がなくなりましたよ。やっぱりテレビの世界、映画の世界っていうのはスポンサーがいるから、そこを傷つきだったら自分たちの収入減っちゃいますもんね。広告収入がなくなっちゃうから。だけどやっぱり心の声というか、一人一人聞かなきゃいけないんですよ。あと切り捨てられてもそれはどうしようもないわけで、とにかく今非常に押し付けられている人々、例えば年間1ミリシーベルト、これ以上になったらいけないという国際基準があったのに、それ以上のところで人々が肥満されている、安全とされている、これはありえないと思うんです。避難の権利、この国には被爆する権利しか与えられてない。避難の権利を国が責任を持って与えるべきだと思います。先生のことを伺います。自民党と公明党が過半数を獲得することが確実な情勢の中で当選確実、何が有権者に受け止められたと考えますか。明らかにこの投票率の低さから言って政治っていうのはもう諦められてるってことですよね。投票率が上がればもっと全国でいろんなところでミラクルが起こることだと思うんですけど、でもやはりこの東京都民の皆さんが今本当にたくさん心の中に不安を抱えて、それを人にも話せずにっていうような心境でずっと生活してきてた。でこの国に対して今泥船なんですね。この国は沈むかどうか、それをなんとか岸につけようじゃないか。原発を推進するなんてありえない話じゃないですか。エネルギーが足りてるのにガス火力が中心ですよ。でもそれさえも追い隠す目の前のお金のために、それによって地震が活動期でこの国この先核事故が起こらないという私は誰にもできない。エネルギーが足りているのに原発を続ける理由が何もないですよ。そういう一人一人の思いというのがこの投票行動をずっとそれが表されたということなんだ。これ今生で流れてないですよね。収録もしてます。これ生で流れてないんですって。インターネット選挙が解禁になりましたけれども、ネット選挙という中でですね、どんな手応え、前回と違う点、どういった手応え感じましたか。前回と違う点、それはネットとは関係なくエリアが広がったということですよね。そして少し準備期間があった。